皆さんこんにちは。今回は冷凍庫 PC 動画シリーズの番外編、CPU クーラーに純正ファンよりも強力な冷却ファンをつけたらどうなるかという検証です。訳あって購入したこの冷却ファン。見た目はありがちな PC ファンですがその用途はサーバーなどの冷却向けで、CPU クーラー純正のファンよりも風量や制圧が数倍大きい、冷却に特化したものになっています。代わりに強力な送風を作り出すために消費電力も数倍要した上に動作音も大きく静粛性皆無なんですが、そんなパソコンみたいな個人向けというより業務用な冷却ファンを CPU クーラーにつけたらどうなるんだろう。そう思いまして今回市販の CPU クーラー無限5と先日自作した空冷 CPU クーラーにつけて動作確認してみました。まず今回使用した冷却ファンの購入経緯や特徴などを紹介します。このファンはこれまた先日自作した防音ブースの換気強化のために購入しました。いきなり防音ブースなんてものが出てきましたがまあそんなものを自作したということで話を進めまして、その防音ブースにはブース内を換気する仕組みも作ったのですが、換気に用いた換気扇を手持ちで余っていた PC ファンで流用したからか換気能力が低く、ブースの扉を閉め切って使っているとブース内の室温が上がってしまい、微妙に不快な環境になっていました。室温を下げやすい冬はちょうどいいんですが夏だと暑い、ということで換気能力の強化をしようと考えたんです。そんなことを考えていた時にこの冷却ファンが Amazon でセールされているのを見つけました。定格電圧 12V、大きさは12センチ角、缶コネクタ4ピンの PWM 制御対応。使い慣れた PC ファンと同じ仕様なので扱いやすく、それでいて風量は使っている PC ファンの数倍、制圧も大きそうなので今よりは換気がよくできるでしょう。難点として前述の消費電力や騒音の問題はありますが、これらは運用方法や設置の仕方でどうにかするとして、それがセールで安くなっている、良さそうなファンだなぁなんて思っていた時、ふとこんなことを思いました。PC ファンと同じような冷却ファンなら CPU クーラーにつけたらどうなるんだろう。消える？変わらない？それに防音ブース用で冷却ファンを買うなら吸気と排気で2個買うから、CPU クーラーでデュアルファンできる？ついでに2個あれば自作した空冷 CPU クーラーでも試せそう。そんな目論みができたので購入しまして、今回の検証となりました。購入した冷却ファンは FX6000RPM というサーバーやワークステーション向けの冷却ファンです。サーバーなどもコンピューターですからその冷却というならよくある PC ファンと一緒ですが、静粛性も重要な要素であるパソコンとは違いサーバーなどでは冷却優先なためか、このファンの動作音はとても大きいです。実際スマホの騒音計アプリで音量を測ると、市販の CPU クーラー無限5純正 CPU ファンだと30数デシベルですが、冷却ファンだと、60数デシベル、とってもうるさいです。聞いた感じ音の大きさは掃除機に近い気がしましたが、音程が高いのか耳障りです。映像の音量を変えずに先ほどの CPU ファンに戻すと、もはや無音のような静けさ。普段使いの CPU クーラーにはこの純正 CPU ファンがちょうどいいです。音量と一緒に計測していた電力関連の数値は、CPU ファンだと電圧 12V 以下で電流 0.09A。冷却ファンだと電流は約 1.1A でした。動作音もですが電流も大きい CPU ファンの10倍以上ですか。これでも使用値よりも小さく、おそらくファンが回転しやすく送風しやすい状況だったから電流値が低かったんだと思いますが、やはり送風の性能なりに電流、消費電力に差があります。とまあ、電流大きいで話が済めばいいんですが、パソコンで使うには少し注意が必要です。というのも普段なら PC ファンのコネクタを接続するマザーボード側のコネクタですが、マザーボード側では供給できる最大の電流値が決まっています。今回私が使用するマザーボードだと全て最大 1A なので、冷却ファンを使うには足りていません。最近のマザーボードだと水冷のポンプ用に電流大きめなコネクタも用意されていたりするんですが、このマザーボードが古いためかこのままでは電流不足、冷却ファンをフルパワーで動かせない。ということで今回は PC 電源からファンに給電できるように変換コネクタなどを使って配線しています。ちなみにこの配線で PC 電源から給電する一方で、ファンから出ているファン回転数を出力する線はマザーボードに接続しています。冷却ファンの回転状態を確認したかったので面倒ですがこんな配線にしました。
条件を揃えるということでマザーボード直差しで事足りる純正 CPU ファンでも同じ配線をしています。改めて冷却ファンの特徴を確認すると、電源に気を使った上に動作音の大きいファンなんて扱いにくく思えます。ただ防音ブースに適用するときは冷却ファン、元位換気扇専用の電源や制御装置、消音ケースを作るつもりなので、うまくいくかはわかりませんがひとまず使ってみようと思います。特徴はこんなところで、次はパソコンを使っての動作確認です。まずは基準となる CPU ファン、というか無限5純正の状態からです。ソフト上でファンの回転数を見てみると毎分1100回転ほど。前述の通り CPU ファンへの給電は PC 電源からですが、確認のためにマザーボード直差しにしても同じくらい。使用値は 1200rpm なのでいずれも問題なく動いているようです。冷却性能を見るためにベンチマークしてみましょう。CPU はインテルの Core i7-6700K で、動作設定は定格とオーバークロックして 4.4GHz と 4.6GHz の計3パターンで各1度ずつベンチマークします。乾燥後に CPU パッケージ温度の最大値を確認すると、結果はこうなりました。動作設定が高負荷になり CPU パッケージ消費電力が増加するにつれ CPU 温度も上がるという、まあ自然な結果です。これを基準として次に冷却ファンを試します。今回使った冷却ファンは CPU ファンと同じ12センチ角ですから問題なく CPU クーラーに収まりますが、冷却ファンは厚みがあるので純正のファンのように取り付け金具をつけるだけで設置とはいきません。そこで今回は冷却ファンに取り付け金具を流用しつつ紐で無理やり縛り付ける形で固定しています。この冷却ファンを CPU クーラー用として常設するわけでもありませんから、仮固定でも問題なく使えれば OK です。PC の電源スイッチを押すと、冷却ファンがけたたましく回転し始めました。やっぱりうるさい。うるさいですがガタつきなく動かせているようなので、動作確認はこのまま続行です。回転数は5800から6000回転ほど。使用値は製品名通り6000回転なのでほぼその通り動いているようです。ということはさっきの騒音は使用通り動いた結果の正常な動作音ってことですか。さすがはサーバー向けというか、日常生活には馴染まなそうです。冷却性能を見るために先ほど同様に3パターンのベンチマークを行いまして、その結果はこんな感じになりました。冷却ファンを使用した方が CPU 温度が低くなっていますね。どうやら冷却ファンにしたことで CPU クーラーの放熱が強化されたのか、結果的な冷却性能が向上したようです。まあ比較した純正 CPU ファンは静音を売りにしたものでしたから、回転数や風量が大きくない分改善の余地があったというか、そこから強力な冷却ファンに変わったので違いが出やすかったのかもしれません。それでも単にファンを変えただけでこうも簡単に冷却性能を向上できたのは意外でした。そしたら、冷却性能を向上できたそんな冷却ファンをもう一つつけて、いわゆるデュアルファンにしたらどうなるんでしょう。ということで次は CPU クーラーの前後に一つずつ冷却ファンを設置したデュアルファンです。固定方法はさっきと同じで純正の取り付け金具を流用しますが、その金具をつけた冷却ファンで CPU クーラーを挟んで、あとは金具を介して結束バンドで締め付け、CPU クーラーに固定しました。そんな固定方法ですから作業する私自身 CPU クーラーのフィンを傷めないか心配だったので、柔らかい結束バンドを使って気持ち余裕を持たせてつけました。こんな状態で PC を起動しますが、問題なく動いているので固定は大丈夫そうです。動作音は相変わらず、いやさらに大きくなった気がします。音量計測をしていないので数値的にどう変化したかはわかりませんが、感覚的には順当にうるささが増し、さすがに限度を超えてきた気がします。気が引けるレベルです。ですが冷却ファン1個の計測環境と合わせるために、うるさいですがこのまま動作確認を続行します。そうそう、冷却ファンの設置方向について触れていませんでしたが、2つとも同じ向きに送風するよくあるデュアルファンと同じ設置です。そんな設置をしているからかファンの回転数はちょっと変化しまして、片方は5800回転で先ほどと変わりませんが、もう片方は時折6000回転オーバーになる状態でした。ファンを直列に配置したことで片方のファンがもう片方のファンをアシストして回転しやすくなったのかもしれません。ファンの回転数も増えたなら送風も強くなって冷却性能も良くなる。確認してみましょう。三度3パターンのベンチマークを行いまして、結果はこうなりました。冷却ファン1個とほぼ同じ結果です。
室温や消費電力が変動した影響で多少差異がありますが、冷却性能が変化したというほどの違いはなさそうです。デュアルファンにすれば冷却性能は良くなるものと思っていましたが変化しなかったということは、冷却ファン1個で放熱的には十分というか砲は、振り切っていて2個重ねても効果がわずかだったんでしょうか。風速計などで送風状態を測定しつつ冷却性能を見ていれば判断できそうですが、今回は使っていなかったのでなんとも。いや冷却ファン1個の時に PWM 制御で回転数を調整して風量を段階的に増やしていき、ある時点から冷却性能の変化が小さくなった、となっていたら、さらに冷却ファンを追加しても効果は出ない、と言えますか。計測の方法を工夫すればもうちょっと状況をつかめたんですかね。まあいずれにしても CPU クーラー無限5で、測定した消費電力範囲においては冷却ファンは1個で十分で、デュアルにしても特に冷却性能向上はないと分かりました。ここで結果の見方を変えまして、CPU 温度の他に室温や消費電力も使い、正しい計算方法ではないんですが、熱抵抗という CPU クーラーのような熱輸送機器の性能を示す数値を算出して比べます。熱抵抗は数値が小さいほど小さな温度差で多くの熱を伝えられるというものなので、CPU クーラー的には数値が小さいほど良いとなります。小さい数値ほどいいというのは CPU 温度と同じですし傾向も似てますから普段は考慮しない数値ですが、今回は違いました。CPU の動作設定が重くなるにつれて熱抵抗が増加するという傾向が CPU ファン、冷却ファンともに見られますが、その増加量は冷却ファンの方が小さくなっています。つまり冷却ファンを使ったことで熱量が増えても温度上昇は小さく抑えられ、CPU の消費電力が増えた割には CPU 温度の上昇は小さくできていたことが分かりました。これは冷却ファンすごいって話なのか、消費電力が増えるたびに CPU 温度が上がりやすい CPU ファンやばいって話なのか、もしかしたらどちらもかもしれませんが、いずれにしてもこの CPU クーラー、無限5における放熱の重要度は高そうです。そういえばこの無限5という CPU クーラーですが、以前他の動画投稿者様がレビュー動画を出しているのを拝見しまして、そこで様々話されていたことの一つに、無限5のファンが弱いかも、と挙げていたのを思い出しました。今回の結果を示唆しています。すごいなぁ。初めてその動画を視聴した時は、無限5だと CPU パッケージ消費電力200、300ワットくらいになると冷却不足なのか、という感想を持ちましたが、今回の結果を踏まえて改めて視聴すると、そんな無限5だったから冷却ファンの効果が顕著に出たのかな、と思えます。まあ放熱と冷却性能の関係ってファンの性能の他に CPU クーラーのフィンの放熱表面積とか、風の通り抜けやすさとかも影響するでしょうから一概には言えないんでしょうけど、今回の結果は都合よく出たのかも、そんなことを思った市販の CPU クーラーを使った冷却ファンの動作確認でした。次に PC 水冷用ラジエータを改造して自作したラジ HP と呼称している空冷 CPU クーラーで動作確認していきます。ラジ HP は以前から製作、調整をしている自作 CPU クーラーで、市販の空冷 CPU クーラーについているヒートタイプと同じように、冷媒を相変化させて熱を輸送する仕組みを使っています。まあ冷媒の相変化といっても自作では沸騰を使っているので、厳密には一般的なヒートタイプとは異なるんですが、肝心の冷却性能は無限5と比べて数度高いくらい、市販品には負けますが劣悪、というほど悪くはない CPU クーラーです。そんなラジ HP ですが見ての通り最初から PC ファンを2個搭載したデュアルファン状態です。ただ先ほどの直列とは違って並列に設置しています。元が 240mm サイズの水冷用ラジエータですからこれが自然と思っていましたが、案外レアな並列デュアルファンです。まあ市販品でもアイスジャイアント社のプロサイフォンという商品がありますけども、そんな特徴もあってラジ HP では以前ファンレス運用やマルチファン運用、それぞれで動作確認をしたことがあります。ファンレスの話は今回割愛しますが、マルチファンは、普段ファンを2個つけるけどラジエータって両面に取り付けのネジ穴があるんだから、もっと多く PC ファンをつけられる、という思いつきからデフォの2個に加えて4個、8個に増やして冷却性能を比べてみました。結果は放熱的にファン2個で十分そうでした。まあこれは当初からなんとなく想像できましたが、意外だったのはファンを4個、8個に増やすとわずかでしたが変化が確認できたことでした。自作ということで動作状況を把握するために CPU クーラー内の温度を計測する温度計を仕込んだのですが、その測定値はファンの個数が増えるにつれて減少していました。
もう向上する余地はないと思っていた放熱で変化したので、もしかして放熱をもっと強化すればまだ冷却性能向上につながる？そう思い今回のラジ HP における冷却ファンの動作確認を行いました。経緯としてはこんなところで、次は早速ですが、ラジ HP における動作確認の結果概要を紹介します。結果がもったいぶるほどでもないということもありますが、この後紹介する話の毛色がだいぶ変わるので先に冷却についてです。冷却性能に関して、CPU 温度は見る限り違いはほぼないのですがここでも室温が変動してまして、熱抵抗で見比べると冷却ファンは少し冷えていると分かりました。ただ無限5の時ほどは良くなっていません。冷却ファンを使っても変化が小さかったところを見ると、ラジ HP の放熱における改良の余地は今のところわずかというか、元の PC ファン2個で十分という従来の結果のままなんでしょう。それより CPU 温度、内部温度、室温の差を見ると CPU と内部における温度差が大きいので、放熱の改良よりも CPU と内部間の熱移動、沸騰とかの改良を優先した方が良さそう、と、以前と同じ感想を持ちました。今度改めて沸騰部分に手を加えようと思うので、それで CPU と内部の温度差が縮まり相対的に放熱の重要度が高まれば、無限5みたいに冷却ファンの恩恵が得られるかも、なんて思った結果でした。簡単にですが冷却性能に関する結果概要は以上で、ここからは動作確認自体の様子を話したいと思います。ラジ HP の動作確認は先ほどの無限5の後に実施したのですが、無限5のデュアル冷却ファンで気が引けるほど大きな動作音を聞いたこともあり、ラジ HP の動作確認は例の自作防音ブース内で実施しました。もともといつかやるつもりのライブ配信のために気兼ねなく音が出せるよう作った防音ブースですから、騒音を出す冷却ファンの動作確認には好都合でした。このような使い方をするとは想像していませんでしたけど、ただ都合が良かったのは騒音や防音など音に関する一面で、熱やら冷却的には問題がありました。防音ブース内で動作確認することにしたのでデフォの PC ファン状態からブース内で計測していたのですが、動画冒頭で話したブースの換気能力が低いせいか、ベンチマーク中に室温が上がりやすかったんです。換気能力が低いと言っても普段の使い方で人一人と PC ディスプレイ2枚をつけた状態で、1時間に3度 C ほど熱くなるという、我慢すれば使えるレベル。いやどうせなら我慢せず快適に使いたいので換気を強化するわけですけど、長くてもせいぜい20分ほどで終わる3パターンのベンチマークならそこまで問題にならないだろうと思っていました。でしたが、ラジ HP における放熱の変化って一度あるかどうかでしたから、その小さな変化を確認するのに室温が変化しやすい防音ブース内で計測するのは向いていなかったようです。結果として室温が安定しなかったからか CPU 温度での違いは分かりにくくなりました。なんとか熱抵抗で違いを確認できたものの、ややこしい話です。これなら騒音を無視して普段通りの環境で動作確認した方が良かったんでしょう。ですがそれほど顕著な変化がなかったラジ HP における動作確認でしたから取り直しせずここで計測を終えました。ちなみに防音の機能は良かったです。聞くほどうるさかった動作音もブースの外に出れば大幅に小さくなりましたし、隣の部屋まで移動したらわずかに聞こえるレベルまで防音できていました。冷却ファンの動作音が減衰させやすい高音だったからか効果てきめんだったのかもしれません。といった感じでラジ HP における放熱の影響というより防音ブースでの作業について知れた気がした動作確認でした。今回の紹介は以上です。購入した冷却ファンは CPU クーラーの種類によりましたが思ったよりも冷やせる代物でした。やはり CPU クーラーにおける放熱、送風の重要度は高いということを実感できます。今回みたいに気が引けるほどのうるさいファンを使う必要はないんでしょうけど、高性能なファンに変えるだけなら比較的容易な変更でしょうから気軽にできそうです。まあ購入する前には今使っているファンがどうなのかは確認した方がいいですよ。ラジ HP みたいなのがそうそうないでしょうけど放熱以外がネックの CPU クーラーでファンを変えても効果は小さいでしょうから。例えば現行のファンで定格の6割、8割、フルなど条件を変えて変化が大きかったら試すくらいが良さそうです。それなら放熱部分に伸びしろが残っているでしょうからファンの交換で効果が得られるかもしれません。何はともあれ冷却ファンで試したいことは終えましたし、このファンは近日中に防音ブースに導入するとしましょう。その話はいずれの自作防音ブース動画で話すとして、次回の冷凍庫 PC 動画はまたしても自作 CPU クーラー関連です。
今回の動画内でも触れた沸騰改良を目的とした検証用に、専用の自作 CPU クーラーを製作する予定です。まあ沸騰など検証で試したいことを試しやすいような構造のものを作るだけなんですが、次回はこれまでに何度もやったような製作や基本の性能確認なので実質準備会で、次次回からが本題の検証開始という感じになりそうです。同じようなことは分けずにまとめて実施したいものの、試したいことは不意に思いつくのでこうも繰り返しになってしまいますが、まあ気が済むようにやっていこうと思います。こんな感じで今後も続けていきますが気が向いたらまたご視聴いただけると幸いです。ではではここまでのご視聴ありがとうございました。さようなら。